こんにちは、関野義治です。先週はベネズエラのアマゾン先住民、ヤノマミの暮らしを見てもらいました。今回は、全工程を通じて、物理的に困難なところはパタゴニアとかいろいろあったんですけども、治安の悪さですね、ちょっと気持ち悪い反政府ゲリラ、それからそれを対峙する政府軍、それから政府軍に協力する自警組織、そして麻薬の組織ですね、そういう人たちの間を縫うようにしていかなければいけないので、非常に気持ち悪い、旅でした。そのダルエン地境を駆け抜ける、映像を見てもらいます。そして今日はゲストをお迎えしています。ゲストは、今回の映像を撮影してくれた長谷川聡さんですけども、彼はグレージャーニーを始める前から、企画段階でいろいろ相談に乗ってもらったりして、パタゴニアから始めて、重要なところを、今回のダレン地境からアラスカ、シベリア、そして、アフリカに至るまでメインカメラマンとして登場してもらっています。じゃあ今回の映像をご覧になってください。ギャップがあるからね慣れるまで大変でしょ。1年半ぶり。1年半ぶりだよな。関野さん、気をつけて。はい、じゃあ行ってまいります。
もしもし、一野です。緯度が 7.722、はい、77.195。4日の7時49分にトゥルム発。例えばギアナコイシとかアマゾンとかパタゴニアとか、そういうところは自分の体力とか技術とかそういうものによって危険を減らすということができたんですけども、ダリエン地峡の場合はとにかく自分ではどうしようもない。目立たないように迅速に駆け抜けなければいけない。とにかく早くすり抜けたい。Un chocolate a la cara para unos pescados. ¡Yo! 表層とかなんかの方が楽ですね、気分的にはね。気分的にね。無事行けるはずですよね。無事行けるでしょう。Un permiso que te preguntaba. 早つきゃ好きですんだ。もうここから歩いちゃう。
España estoy pidiendo un poquito, no estoy pidiendo abusivamente, pero estoy tratando de saber su reglamento. ¿De acuerdo? El Puggy mayor se va para Japón. ¿De acuerdo? Comunícole.明日ですね、やっと。なんか大都会以外で南米で一番危ないところにいるんだよ私。¿Quién le dio muriales? ¿Alguno le dio muriales? Canalete. Enrique, ¿ya sacaste? Enrique, ¿esta es la mía? ¿Quién le dio muriales? ¿Alguno le dio muriales? ゲリラとか麻薬組織、誘拐組織の攻撃とか、ポーターたちが賊に化ける。襲われたら向こうは武器を持ってるだろう。殺して持ってっちゃうのが一番簡単だしね。本当に胃に穴が置くような思い。常に不安がつきまとう。No se puede tomar mucha agua, ¿cierto? No. Puede tomar agua demasiado, ¿no? Agua demasiado hace daño. Ay, yo me tengo que ver bien. Yo lo di a él porque de todas maneras no sé cómo yo cogí esto. Media hora. Oiga, pongan cuidado, cada hora una descansada. Sí, porque no puede la cintura del hombre, vea. Yo que estoy medio rengo, mano, ya. Claro. Oh, mucho peso. Yo estoy mucho, mi gente, pero ya yo como venía ahí en línea ascendente, dejando a la gente atrás. Pues yo cuando estaba con No, yo completo. Che, muy pesado esta carga. Pesado. Voy mal, corazón. No, ¿Qué? Corazón, Dijiste que también ibas a cargar y nada, vacío. vacío. mano, voy a ver, eso hay que taparlo. Voy a traer. Busquen una hoja, esa hoja que está allá. Ey, saquen eso ahí rápido. Ya hay que escuchar la tuya, hombre. ¿Sabes por qué? Uno que ha sido jugador de fútbol, no siempre no pierde el ritmo, mano. Panamá, Colombia. Panamá. ボーダーなんだこれは。やっと来た。関野さん、南米卒業おめでとうございます。やっと。いつでもいい？もうちょっと南米楽しんで。こっちの。じゃあさようなら南米。
また来なくっちゃ。時間かかりましたね、卒業するまでに25年がかりで。メンテコアね。他には何がどうだ。氷がかき氷がある。かき氷があって。かき氷。かき氷。いやない。じゃあ、いただきます。お疲れ様でした。サル乾杯。サル乾杯です。ガスが入ってる。すごいね、炭酸入ってるちゃんと。それを言うと悲しいんだよね。少量だと俺味見よくわかんない。一杯食べないと分かんないっつって2杯目じゃん。ジュースガブガブ飲んでたもん。あ、ちょっと待って。爽快だね今日。天気いいから。懐かしいでしょ。どうでした？懐かしいですけど、まあなんかあの時の気持ち悪さがよみがえりますよね。気持ち悪かったもんね。気持ち悪かったです。なんで関野さんとの旅全部僕は一緒に行ってるわけじゃないですけど、僕がいたところでは一番気持ち悪かったですね。マカレナのその集落なんかでも最初に行った時はそのゲリラのボスとマフィアのボスと政府軍のボスと3人に挨拶行くんですよ。これから山の中に入っていって撮影をしますっていうことで一応顔通ししていって、それでまあゲリラの連中が前通っていっても逆にこっちは俺たちだとお手手振ったりするぐらいな感じだったんですけど、ここはもうダリエンはねそんなこともなく、もうとにかくなるべくみんなに目立たないように駆け抜けようって感じでしたもんね。少なくともそのファルクの許可取ってないからね、マカレナファルクの許可取ってるっていうのが大きいよね。だからそうですよ。だから本当まあ僕の中のイメージだと南米の中の一番の無法地帯だみたいな感じですよね。マフィアの連中に出会っちゃうのか、ゲリラの連中に出会っちゃうのか、それか国軍系のパラミリタールの私兵の連中 DK だみたいな連中に出会っちゃうのか、
どれに出会っても何が起こってもおかしくないなみたいな。それは中米で内戦の時もさ、要するにスポークスマンに接触すれば政府軍だろうと、反政府側だろうと保護してくれる人がいるっていう、だからあとは最前線っていうのがあって、最前線に行くにしてもここまでは政府軍の支配地域で、ここからはゲリラの支配地域ってはっきり分かってたじゃん、でマカレナアマゾンの方は分かってるってね、ここ分かんない、入り乱れていて、その気持ち悪さだから、それがそのペルーのセンドロルミノーサの場合は、それが街行ってもどこにセンドロルミノーサいるか分からない、そういう怖さがあって、だからそれと似てるんだけどね、こう支配地域っていうのはない、最前線っていうのがないっていうかね、入り乱れていて、その年初めてのコロンビアで、そのエクアドルから入って自転車旅をしてるけど、そのつながりでずっといるので、だけどとにかく国境を渡った段階でどこ行くんだ、ダリエの出発点のトゥルボ行くって言ったら、あそこは真っ赤だから行くな。だってあそこのトゥルボの町に入ったら急にもう軍隊とかの数も増えたし、僕らもだって軍隊に捕まって壁に手つけられて銃突きつけられながら全身見られましたよね。街の中だって銃じゃなくてみんな自動小銃とかマシンガンだけじゃなくて対戦車砲みたいな迫撃砲持ってましたよね。準戦争状態っていうか、なんか言われたのは国連派遣軍が来るかもしれないっていう、でも長谷川その前からコロンビア何回も行ってるよね。コロンビア行ってますね、何回か。でもほとんどアマゾンですね、別のロケでコロンビアのマカレナに行く時なんかも、途中で食料とか調査しながらジャングルの中に拠点作って研究してる、伊沢康生先生のその猿の調査キャンプに入るんですけど、関野さんも行かれましたよね、後で。その途中、僕らが最初に来た時なんかも途中のその村によって食料を調達しながら行くんですけど、またその村っていうかその家の住人がファルクでしたっけ、ゲリラのその地方の親玉だったりして、そこで食料調達しながら行くと、そこの小屋の中でこんな何か作ってて何やってんだって聞くと、コカインだ、これがコカインの元のクラックだ、仮生成、でもその時のイメージだとゲリラは僕らに手を出せないみたいなね感じがあったんですけどね。それに嫌な気持ちじゃなくてのどかだって、なんかでなんか若い女性兵士がいたり、でまさにその本当に絵に描いたようなその親玉がキャンプに来るとちゃんとゲバラの顔がついたシャツ着てきたりとかね。ただ完璧だったのは、彼ら皿洗いに行く時も必ずそのマシンガンを離せないっていうね。その伊沢さんのキャンプにいる時もゲリラの連中が訪ねてくるんですけど、僕らがその撮った映像のチェックしてると一緒になって横に並んでずーっと見てて、で夜遅くまで見てて、ただ絶対止まらないんですよね。もう遅いが止まってるかって話をしても必ず自分たちのキャンプに帰っていくし、すごく統制は取れてましたよね。あれはやっぱり逃げにくいってことでも、なんか軍隊が来たりしたり、別隊絶対止まらないっていう、でも義理がたいよね。なんかさ、いいもの見せてやるから来いって言われたことあるじゃん。ありますね。でだからその僕らが例えば動物っていうのしてるんで、アナコンダの大きいのがいたら教えてくれたりとか、だからゲリラに対してはそんなに当時はめちゃくちゃなことをやるようなイメージはなかったんですけどね。だからマカレナのアマゾン地方のゲリラと、それからトゥルボのゲリラとちょっと違うと、狭いところに、ゲリラもいるけど近くにそれを敵対する国軍がいて、その国軍に協力する、パラミリターで自警軍みたいのがいて、だからちょっとね緊張度が違う。それはありますね、確かに。いやだって水路をカヤックで登っていく時に、この間もたまたま撮ったオリジナルの映像を見ながら、なんか同じような進んでる絵ばっかり撮ってるよねって言われたんだけど、多分時の僕の感覚としては、向こうから大体水路がかなりアマゾンの川なんで蛇行してるじゃないですか。出会い頭に向こうからゲリラが来たらどうしようかなと思って撮ってる部分があるんですよね。要するにその時はゲリラが急に現れてもその瞬間も撮れるようにしてる。そうですね、撮ってて見つかったら何やるかわからないんだけど、だって登っていく時に立ち寄った村なんかでも結構迷彩服着てる連中がいて、でカメラ向けると「俺を撮るな」ってやってましたからね。
さっき見た映像でもあったじゃん、レンジャーにもう不平が来てるって、要するに撮影されたくないの撮ったからっつって、苦情を聞く係みたいになっちゃっててね、レンジャーが。でもポーターの連中も気持ち悪かったですよね。そう、あれはね、いつ寝返るっていうか、その気になればさ、俺たち4人で向こうの屈強な7人じゃない。でみんな銃持ってますから、自分でそうだからあの時そうですよ。だから白江さんが逆に現金持ってるって今、払うぞっていう、後で払うぞっていうことを言ったら危ないって話なんですよね。なので今現金持ってないから国境を越えて向こうのそのパヤの村に着いたら、そこで連中が持ってるお金で払えるからっていう話でしたんですよね、確かね。今持ってたままでもしじゃあ後で払うからって現金見せたら、逆にもしかしたらやられてたかもしれないですよね。ゲリラのシンパが多いって話を聞いたね。あそこの村人、でああいうところに危険地帯に通過するにやらなきゃいけないこと2つだって言われて、迅速に目立たずまず川を登っていくっていう下っていくなりに登っていくから迅速じゃないし、目立たずって無理ですね。無理ですねわけのわからないなんか日本人カヤックで川登ってればね、すぐに広がりますよね。いや広がってたと思うよ。絶対そうですよね。もう1日経ったらもうあの辺全部に知られてたんじゃないかってね。僕もその撮ったやつこの間ちらっと見てて、自分では結構撮影してるつもりでもやっぱりなんかあんまり撮ってないですね。やっぱり早く抜けたいなっていう気がすごくあったと思いますねメモがないっていうか、メモ取ってない。そういえばメモも取ってなかった。メモ取ってないですね、もうだから泊まるとこに着いたら映像でもありましたけど、結局もう壁にこうもたれかかってはぁって言ってる姿しかね、本当に印象に残ってないんですよ。そうですよねであとはもう黙々と歩いてるかカヤック漕いでるか。いや、こうやって漕いでる時が一番こうなんかホッとしてるっていうか、作業に集中できるから。そう特に川を登ってっからね、結構力入れてないと戻っちゃうので、ほとんどあんまりすれ違わなかったからよかったかもしれないけど、逆に向こうから船来るじゃないですか、なんか荷物積んで、で一応絵柄として何かこう多少でもねアクセントがないと辛いんで回してるんだけど、これがもしかしてその麻薬かなんかの密輸の船だったら多分終わりだなとか思いながらこんなもん取っていいのがお前らって感じでそうなんですよ。だから逆に本当同じようないっぱい回してるのもあるんだけど、屈強な連中だったもん。なんかポーターもそうですよね、でも面白かったの、着いたらさ、なんかすごく急におとなしくなった。そうでしたね、僕らと山の中にいる時はね、俺たちがいなかったらお前どうするんだみたいな感じなんだけど、向こうのパナマ側の村に着いたら急になんかしょぼってしちゃいましたね。逃げるようにも帰ってきますよね。で、マカレナの伊沢さんのとこ行って、ギアナコーチ行って、矢野真美のとこ行って、それでその年の12月にあれ渡ろうとしたのね、ダリエン、コロンビア側もダリエンのところは国立公園になってて、世界遺産になってて、パナマ側もそうなってて、要するに治安が良かったらものすごい生物の多様性がすごくて、多分観光客がどっと行っててもおかしくないようなところなんだけど、でなおかつ行こうとしたらレンジャーがいなかったって言ってた。そうでしたっけ。それでレンジャーがいないってことはやばいっていうね。で来年の3月になったらちょうどレンジャーが入るから、じゃあその時に行こうにしたんだよね。それで、3月に行ったんだよ。その時パナマ側で、太田栄翔さんってフジテレビのその時制作局長かな、船田芳さんも来るって言った。誰がですか。船田芳さん、と船田芳さんと矢尾さんがキューバの取材があって、でその前に寄りたいって言ってて、で太田栄翔さんも来たいって言ってて、それが12月辞めたから、全部みんなキャンセルになって、それでレンジャーと行けば、レンジャーもね、もう銃撃戦が頻繁に起こってるとか行かないだろうっつって行って、結果的に良かったんだけどね、気持ち悪さっていうのは、例えばパタゴニアにしても山にしても、自分の技術とか体力とか、いろんなことで努力することによって危険性を減らせるけど、ここはその準備とか時期とかあるけども、あとはどうしようもないっていうね。
そうですよね、うまあなんとかそういうことを避けれることがあるとすればいかないことですもんね。まあそうなんだまあ俺たち渡ってるルートで川を登るっていうのはやらないらしいんですけど、やっぱりアフリカからも南米のあらゆるところからもエクアドル起点になってるらしい。エクアドルに集まって、それであのルートを行って北米を目指すっていう。難民の人たちですか？じゃなくて難民だけじゃなくて、いわゆる難民って政治難民だけじゃない、経済難民っていうか、要するにもっといい暮らしを求めてっていう人たちが、あとまあ国にいたら反政府勢力、政府的な行動してたらいられない、そういう人たちがやっぱり南米でもいいんだけどもっといい暮らしをするとしたら北米じゃない。それでそういう俺たちが行った時もそれはあったよね。みんな、メキシコからが多いんだけど、メキシコ行く前っていうかダリエン地区を越えなきゃいけないんで、それでエクアドルに集結して行くらしい。昔からみんなあそこのトゥルブ周辺に行って、あるいはその辺でシリア難民もそうじゃん。なんかヨーロッパ行きたかったら地中海行くのには手引きしてくれる、まあ、ボートに乗せてくれる人、で枯れ花ではやってくれるとかで、あそこにもあってコヨーテっていう人言われてるらしい。案内にで$600払えば連れてってくれる。なるほど。でもっと安い方があって、それが船で行く方法なの、だけど船で行くにはパスポートないといけないで、だからパスポートない人非合法で行くような人たちはだから$600払うしかないか、もうどうしようもない場合は、まあ、自分たちだけで行くっていう、で結構その方が、まあ、俺たちもそういうコヨーテなしで行ったんだけど、コヨーテがいるとなんかそういうファルクの人たちと出会ってもなんかうまくやってくれるとかねがあるらしいんだけど、まあ一応顔がつながってるんでしょうね、きっとね。今でも結構あれなんですか、ファルクっていうかその左翼ゲルの活動とかは盛んなんですか、あの辺り。2012年とか8年9年前サントスっていう大統領がなって、でその前は国防大臣やってたりですね、要するにゲリラ封じを戦闘になってやってた人が大統領になって和平交渉を始めた。しましたよね、でキューバが他の組織が仲介して始まって2006年に合意したんだよね。で合意してもいろいろ問題があって、ゲリラによって殺された人もいっぱいいるわけで、そういう人たちにとってみればあいつら許すのかよっていうことになって、実は国民投票やってみたいね。合意するのは世界かっていう、賛成か反対かで、みんな賛成が、圧勝すると思ってたらわずかな差で反対の方が多かった、ところがそれ決定するのは議会なんで、結局議会はやっぱり合意するってことになる、合意に政府側も、ファルクも社員してで、そのサントスって大統領はその時に、ノーベル平和賞をもらったんだね。だけどいろいろ問題があって何人か議員になってるわけでね、ファルクから、であとは選挙で選ばれた人たちが議員になるって言うんだけど、ほとんど落選したみたいなね。人々の間では恐怖を植え付けたっていう、で 9.11 の時以来アメリカはアフガンとかイラクとかそっちの方ばっかり向いてて、南米中南米おろそかになってるうちに全部反米とか非米の国ほとんど、で例外がコロンビアな。そうですね、言われてみればね、ベネズエラもそうでしたもんね。ベネズエラもそうだし、チリもそうだし、エクアドルもそうだし、あとちょっと近いのはガテマラぐらいかな、昔はウラニアって言われてたアメリカのね、いいようにこうね、要するに普通だったらアメリカってイラク行ったらさ、民主主義を押し付けるって国じゃない。でも中南米で何やってたかって民主主義を潰す役割ですね、要するに第一地主の味方をして、例えばキューバだったらバスチーユ一家族でとかね、でほとんどの土地を持っているような人たちが支配してる。中米もみんなそうだよ、16家族とか、エルサルバドルの、あとソモサってニカラグアの一家族でほとんど土地持ってる。それを支援してたアメリカだからね、民主主義を潰そうとして、でそれがこっち向いてる、中東向いてるうちに全部革命が起こったり、政変が起こったりして反米、要するに民主的な国になってったっていうか、
その後ねファルクのもともと指導者がまだ戦ってるやついっぱいいたんで、和平合意になっても冗談じゃないっつってでそういう連中に合流してまだやっぱり不安定になってるっていうか、昔とは違うけどね、全然違うみたいな。ボゴタなんか治安が良くて、それは経済発展によるらしいんだよね。コロンビアってさマフィアってなるじゃない、それでやっぱりダリエンを取ろうとした時にマフィアがいるからとか言うけれども、コロンビアのマフィアってすごいね、ちょっと調べてみたんだけどさ、パブロ・エスコバルって今ネットフリックスでドラマ「ナルコス」っていう麻薬のあれで、パブロ・エスコバルっていうメデジンカルテルの作った人の映画、それが結構広がってる。でこの人それ非常に興味深くて、結構そんなに古くないんだよね。ベトナム戦争と少し関係あって、ベトナム戦争は60年代にあって70年代に終結して、そうすると脱走兵が出てきたり、あるいは帰ってもみんなねこう帰還兵ってさいい目に遭ってなかったり、あとはそれに反ベトナム運動でヒッピーみたいな感じとか、日本だと全共闘運動とかそういうのがあって、そういう中で軍のベトナム兵たちがマリファナを要するに恐怖心を消すために、でそのうちにコカインとかなってくるんだよね。それで需要が高まった時にパブロ・エスコバスっていうのが出てくるらしいよね。で1970年半ばにそれであっという間にでやり方がすごくて、プラタをプロモって言って、プラタってお金のこと、プロモって鉛のこと、銃弾のことで、政府の、例えば裁判所の所長とか法務大臣とか国会議員とかにこう言うこと聞いてくれっつって脅すわけね。その時に金をボンって持ってきて、その隣に写真を添えてあって、それがその人の奥さんとか娘息子の写真で、これで言うこと聞かないんだったらあんたの家族どうなるか分かんないよっつって、で言うこと聞かす、で言うこと聞かないと本当に殺すんだよね。だから法務大臣で殺された人もいるし、警察の所長とか殺されてるし、すごいです。それから組織のビルを爆破するとか、もっとすごいのはアビアンカってコロンブスの国営の飛行機が、あれを落とすんだよね。108人それで死んじゃったりとか、ものすごいよね。本当に数千人のコロンビア人が犠牲になったらしいんですけども、ただやっぱり途中でアメリカがもう CIA とか乗り出してきて、で彼を捕まえて刑務所に入れんだけど、でも刑務所の中にサッカー場があって、すごい娯楽室があってっていうで自由に出入りできるっていう、それで多分アメリカとかが怒り出して、で結局ねエスコバルさん1993年って俺たちが渡る前だけど、空から銃殺された。国軍ね。それでだから以降やっぱりメデジンカルテルっていうのがずっと追ってきて、そこで変わってきたのがファルクのが麻薬に手にする染めるっていうかね。でそこでちょっと間違った方向に行っちゃったファルクの一部もあったみたいで、要するに金が入ってくるわけじゃない、だからそれで統率が取れないっていうか、どんどん違う方向に行っちゃうっていうかね。っていうかしょうがないんだよね。50年間も、ゲリラやってるわけじゃない。カラに行く途中であった兵士たちもゲリラしかやったことないっていう人たちだよね。大変なのはあと和解したけどどうすんだよっていう、代議士になったやつはいいよっていうね。で前M16 だ、都市ゲリラか、が投稿して、その時はなんか車を用意してたみたいね。タクシー、要するに職を与える。なるほどね。みんなタクシーの運転手になりなさい。でもM16 数そんな多くなかったからいいけど、こっちのファルクはすごい数だったんだね。2万とか、2万じゃねえか、20万かどっちかというとファルクって田舎っていうか、そう田舎、まず最初はなんか1970年代に60年代か農民組織だったみたいね、だから農民の待遇をよくしろっていう、それがやっぱりキューバの革命を見て、それで結局はマルクス・レーニン主義にのっとって共産主義を目指すっていうふうになったらしいんだけど、頃のダリエンはだからあれですよね、フ
ファルクとマフィアと、今国軍に協力する自警団右翼パラミリターレスっていうね、三つどもえみたいな感じだったんですよね。で三つどもえなんだけど、ファルクと麻薬組織は結局つるんでたもともとは。で国軍と自警グループがつるんでいて、ファルクもいろいろ疑心暗鬼なので軍に協力してんじゃないかって言って結構の人間を殺してるわけだから反感を買っていまだに許せないって言ってる人もいるし、逆にその国軍とか自警組織はやっぱりある村で一人でも疑いのある人がすると全員もいろんなもう殺人はやるし強姦もするし略奪はもちろんするんだけどしていて、もうそれにそっちの方に被害あった人もたくさんいるわけだね。これ僕らが行く直前というかちょっと前にもなんかパラミリタールの人たちに結構なそうだからいっぱい雑誌とか暗殺とか虐殺とか、僕らが縦断渡った結構数ヶ月前とかじゃなかったでしたっけ？そんなもうちょっと前です。ちょっと前、でなおかつパヤへ着いたらほっとしてたよみんな、でもパヤの村の村長一家がパラミリタールに殺されてんだよね、後。聞きました、お世話になった家族ですよねでその前にドイツ人がやっぱりあそこ歩いて渡ろうとしてファルクに捕まった。それで捕まったからってそこでなんか、されるわけじゃないし、商人だから町に連れてって、ホテルに監禁するわけでね。で身代金交渉するんだけど、でそこ行く途中に国軍に会っちゃったみたい、政府軍と。で銃撃になって流れ弾というかドイツに2人死んじゃったみたいな。それは俺たち通った本当に直後ぐらい。僕らの後ですか？後。当時南米のガイドブックでサウスアメリカハンドブックって確かあると思うんですけど、あれのダリエン地区のところを見るとツーリストで何人も行方不明になってるのが書いてありましたよね。そうか、誘拐俺たちの時 1.5 億円1人当たりって言われていて、ところがその後になんか機械製作会社の現地法人の副社長がやっぱり誘拐されたんだよね。それで、それが身代金が26億円だった。大きな企業だから。あの時僕らがもし誘拐されてたら払えてくれない。あれくれる人いたんですかねいないんじゃんだから捕まったらもうやばいなっていう、それがため息に現れてるという番組でも言ってたけど本当の時笑わなかったですね。笑わなかった。笑ってないですよね僕も本当そう思ったけどずーっとため息ついてましたよね、関野さん。ため息つくと甲府が逃げると言われながらやっぱりね、そのため息するってことは深呼吸してるんで、だから深呼吸するとちょっとホッとするんだよねそうじゃないとあとは食欲が湧かなかったね。極端なこと言うともう四六時中何が起こってもおかしくないってことですからね。進んでいようが止まっていようが。でも撮影のためとはいえさ、長谷川俺こんなとこ行けねえよって断ってもよかったわけじゃないあの時一応ね関野さんにこういう場所なんだけど来てくれって言えないから自分で決めてくれって言われましたもんねでなんで行く気になったの？妻子もいるのにそう言われたらでも行かないわけにいかないじゃないですかそこでじゃあやめますってね言えないですからね。そんで僕もあの時うちの会社から、出る前の日かなんか飲んでた時に会社で、うちの先輩のカメラマンに「命かけるんじゃねえぞ」って言われましたからで一緒に行った善ちゃんなんかはコロンビアの首都のボゴダの日本食屋に行って、そこに大使館の方々がいて、帰り際に「あなたたちの骨は拾いませんから」って言われたって聞きましたでなおかつ日本では日本で一緒に来てくれる太田栄翔さんがいろいろやっぱり大使館とやり合ってたみたいで、やり合ってたけどとにかくやめてください、そうですよね。でも太田さんも番組の中断って言えば済んだのかもしれないけど、どうしてもやんなきゃいけないってこっちが言い張ってるし、大使館はやめさせなきゃいけないって言ってるし大変だったと思います。そうですよね
いやだって今だったらやっぱり他のプロデューサーとか、部長とか局長だったらやっぱりやめてくれっていうよね、やめてくれって言わなかったからね。そうですね、あとね僕一つあの時にこれどういう意味かなと思ったのは、発信機を持たされたじゃないですか。なんだっけ、アルゴスでしたっけ、今だったらねGPS も何かもちっちゃいのがいっぱいあるし、で通信方法もいろいろ考えができるんだろうけど、衛星電話も確かそんな簡単なものなかったんですよ確かにあの時ね。だからアルゴスってだから結局あれは結局俺たちがどこにいるかってことが分かるというか、連れ去られてもどこにいるか分かるだけで、それでその応援団長に聞いたんだよね。だってこんなの捜索っていうか何も役に立たないじゃないって俺言ったら、いやお釈迦になったら探すためだよって言って、そう3日間動かなくなったら探しに行くからって言われましたね。何のためなんだと思ったら、だから俺たちを救うために役に立たないっていうか。で今は全然違うからね、携帯電話が。そうだね、違うんですよね、撮影機材もね今全然違ってるので、そうですよね。あの時もだからなるべくカメラちっちゃいの持って行って、なるべく目立たないようにはしてるけど、まあ何やったって目立っちゃうし、カメラは結構湿気があったよね。そうでもまあなんとかなりましたけどね、で見たら曇ってましたねほとんどね。歩きもね、歩きも曇ってたね。まあでもあの後他のテレビ番組なんか見てるとやっぱダリエン地区は本当に綺麗なとこなんですよね。動物とか植物もすごくいろいろあって、まあそれどころじゃなかったですけどね、あの時は。そうまあいい経験でしたか。もう二度と。いやもうっていうかまあ人が行けないところに行かしてもらったっていうかね、まあ普通行くこと思わないと思うんでなかなか、そういう意味じゃまあ今だから面白かったって言えるんですよね。あの時は本当に確かにね気持ち悪かったですもん、今までの、ね、さっき関野さんも言われてたけど、例えば岩登ったりとか山登ったりとかジャングルなんか何日も行ったりするにしても、まあそれなりの技術があったりとか、体力的に持てば大丈夫なんだけど、そういうことじゃないですからね。いくら体力あったって関係ないのね。そう本当なんていうか新宿歌舞伎町のなんか裏通りで撮影してるようなもんですからね。自分ではどうしようもないんで、何もなく終わってよかったなとは思いましたけどね。そうですね、今日はどうもいえありがとうございました。どうも。次回からは、アラスカに至るまで中米北米って走り抜けるんですけども、全部道路があることになります。で来週はコスタリカ、ガテマラを重点に歩くんですが、パナマで実は自転車事故で起こすんですね。その後コスタリカでは20万匹の、ヒメウミガメ、このぐらいのカメがですね一斉に上陸するんですね。そして、産卵します。そのシーンを見れたのと、ガテマラではトドスサントスという村に行ったんですね。そこで見たのは競馬です。日本の競馬とはちょっと変わった競馬なんですけども、それを見ることができました。来週は中米を見てもらいます。ぜひ期待してください。で、今週の映像はどうでしたか。もし今回の映像なんかを見ていいと思っていただいたら、チャンネル登録に押してもらいたいんですけども、もうすでに押した人はその隣にあるベルマークを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。